禅寺の、石庭には表現されたデザインは存在していないと思いますが、自己を映し出す余白が用意されていると私は考えています。私の住宅は区形の中に均等に配置された壁柱と階段があるだけです。最小限の仕組みの中に豊かな家族の暮らしが実現しています。日の光による多彩な風景が毎日展開しています。静かな空間の中に人と自然の活動が現れています。私の町は地方都市ですが、市内に自動車企業のトヨタがあります。私の家はトヨタの社員寮と工場の間に立地しており、通勤者の交通路となっています。そのためプライバシーを確保したいと考えました。また敷地は両親の敷地内にあり、両親の家と私たちのオフィスの間に自宅は建っています。築40年の両親の家には断熱がなく、冬の寒さが特に厳しかったです。また暗く細い廊下は子供の頃とても怖かったです。家族や自然が空間内でつながったり重なったりする住宅を作りたいと考えました。プライバシーを重視しすぎて家族が壁によって分断されるのではなく、つながった状態を望みました。まずすべての部屋は 1.55 メートルの幅であることをお伝えしたいと思います。まず玄関を入るとエントランスがあって、次に通り土間というのはフレキシブルスペースで、エントランスからつながる半外部空間的な廊下を指します。1階部分はその隣にダイニングがあり、キッチンがあり、その奥にテレビスペース、主にリビングと呼ばれている部屋ですが、家族がここに集まることは少ないのでテレビスペースと呼んでいます。2階からは螺旋階段が踊り場のように広がって配置されています。洗面室、バスルームがあり、子ども部屋、主寝室、子ども学習スペースがあり、その後2つの子ども部屋が用意されています。間仕切り壁がないため、光や風は住宅全体に広がります。床1枚でできているため、とても興味深いです。例えば、学習している息子の真下で娘が顔を洗っています。私はその2つの風景が重なっている様子を寝室から見ていたりします。間仕切り壁がなく薄い床は個人の自由を確保しながら空間を常に共有しています。つまりそれは人と人だけではなく、個と全体が重なっていると言えます。さらにそこに高窓からの自然光や風が重なります。このプロジェクトで使用した主な素材ですが、外壁はウエスタンレッドシダーに塗装をしています。色は山や森のような深い緑を施しています。それは自然にある素材や色で街を作りたいという考え方が私たちにはあるからです。内部空間については木の肌触りや色で空間を包みたいと考えています。床の素材は豊田市の地元で採れたヒノキを使用しています。壁はファルカタベニアというものを使っています。日本の住宅では白の塗装をすることもよくありますが、白の塗装に比べて木の板を用いることで光の風景が柔らかくなります。それに子どもが乱暴に使っても気にしなくていいというのが利点として挙げられます。わびさびについてですが、この部屋は竣工時床だけでした。ただ子どもたちの成長に合わせて今は布や
上に間仕切り壁などが設置されています。それは今後も変化していくと思います。つまり変化することを前提とした設計が必要だと考えています。デザインや計画をし尽くさない不完全さとはとどまらないことでもあると考えています。静かな空間に人の行為や自然現象が加わることで移ろいのある風景が展開していくところに面白さがあります。予期せぬことを受け入れることで計画を超えた状況が生まれます。それは風景や環境、感情だったり意識だったり年月をかけながら深く関わることにそこに豊かさがあると考えています。建築は表層のデザインではなく固定した物質ではなく、すごく時間的なものであると考えているんです。住宅というのは機能的なことではないと考えています。私も子どもたちも朝日や夕日に毎日感動します。毎日一日がワクワクした気持ちで始まり、帰宅するとまた別のワクワクした気持ちを迎えます。そんな環境で子どもたちが育つことは夢のようで、建築家になってよかったと思えることの一つです。